始まりました。今日はダスクモーン戦慄の館のフルスポイラーが公開されまして、統率者のデッキの方は取りまして、公開されてると思います。その後に出てると思うんですけども、ダスクモーンの通常セットの方で気になったやつを雑感を語るという回になります。統率者ですね。でまず1体目からで、今回は5体いるんですけども、気になったやつが、まず1体目、これ僕がちょっとなぜかこれが気になったんですが、恐怖を食らうものバルガボス、こいつもバルガボスカミカミですね赤黒のやつもバルガボスでしたよね。なるほどね。だから両方ともバルガボスなんですね。でこいつが黒の何マナなんだと9マナなんだなこれ。9マナ99飛行反魂です、これどうするんですか、踏み倒すんですかみたいな。いや出しますよ統率者ですからね。統率者してですよこれ。おそらくは踏み倒されるでしょうが通常ですと僕は今統率者の話をしてるんで、で誤報が土地でないパーマネント3つ生贄、そんなの払えんのかね。かなり厳しいですね。トークンデッキとかじゃないと払えないでしょ。払えないですね。で、あなたがコントロールしていなかったカードが、いずこかから対戦相手の墓地に置かれるなら、代わりにそれを追放する。どういうことってなってるなってます。まあ他の人のカードが墓地に置かれるならってことですよね。そう。あなたのターンの間、こいつによって追放されてるカードをプレイしてもいいと。で、それを呪文を唱えるなら、マナコストを支払うのではなく、それのマナ総量に等しい点数のライフを支払う。これは、ライフを支払わなきゃいけない、絶対。そうね。そもそも。大変ですね。だから反魂がついているということなんですが、9マナなので、それ出すまでの過程にライフをすごい削られていると。なるほど。いうことは想定されますよね。ライフ得る手段が必要ですよね。まあそうね。でも言うても、重い呪文を踏み倒す必要性はなくて、これ、あなたのターンの間なんで、別に1個じゃなくてもいい。追放されてるやついくらでも唱えていいんで、1マナとか2マナとかの呪文バンバン唱えるやん。確かにそうですね。出りゃそれは強いですよ、さすがに。ただ出ても、その時点では何も追放されていないんで、確かにそうですね。即効性はそういう意味ではないんですけれども、出たらその後は対戦相手が唱えた呪文は1回は使うことができると。僕が珍しく黒タンでちょっと興味深いなと思ってるという点がポイントでして、意外と黒タンってヘイト結構高いイメージじゃないですか。こいつヘイト高いですかねっていうちょっと置いといてもらえるかもね。9マナだから出てこねえからと思っちゃうよね。思っちゃいますし、言うてそんなにヘイト高い効果でもない。いやこれ出てくる展開まで行くんだったらヘイト爆上がりだよ、その前から。本当ですか、本当ですか。確かにね。これ出ちゃったらまずいんで、さすがに。出ちゃったらまずいし、点数殴ってこられますけど、とにかく最速で9マナまで持ってくんだと思うんですよ。こいつの場合はそうでしょうね。でもだからそういう動きしてるからヘイト高いんですよ。でもこれ低くはないと思う。低くはないですけど、低くはないと思う。低くはないですけど、低くはないですよ。すげえなんか例えば除去ってってみたいな動きをするわけじゃないじゃないですか。ヘイトめちゃくちゃ高いわけじゃないっていう。自分のマナ加速に全振りだろうから。全振りなんでね。なんかちょっと個人的に、あんまり黒タンやんないんですけど、ちょっと楽しそうじゃないかなってふと思ったんですよね。いいデザインだなと思って。でもこれ正直ね、デッキの中に入ってる分には踏み倒すクリーチャーとしてはこれ相当強い。確かに踏み倒されたら困るっていう。とりあえずノーボされてこれ踏み倒されたらやばいっすよね。統率者として見えてる分にはまだいいかもっていうね。踏み倒すとしてもいいですし、カジュアルだったら楽しそうだなって思ったんで、あんまりやらない僕が思ったんでいいかなということで1体目でまず紹介させていただきました。で次はですね、希望の光2個。
こいつも火を失ったという。そうですね。活躍してたシーンもないんですけど、みたいな。気づいたら火を失っておりますね、みたいなね。そんなやつばっかりですね。そんなやつばっかなんですよ。こいつね、一番面白そうなんだよね、正直。こいつはティームさんが一番お気に入りだということなんですよね。こいつはアゾリウス4マナの3、4で、場に出たとき、破片トークンを2つ生成する。ということで、で、2マナタップ起動で、あなたがコントロールしていて、伝説でないクリーチャー1体対象としてそれを追放します。で、ブリンクします。エンド時に帰ってきます。すべての破片は、それのコピーになる。次の終了ステップに帰ってくる。そうですよね。いなくなってる間はビートですよと。なるほど。そういうことね。こいつをブリンクすると破片が増えるということで、こいつ自身をねブリンクすれば破片増えるんだけど、こいつの能力ではこいつはブリンクできないと。どういうことですね。ということですね。はい。とりあえず僕はふといいかなと思ったのが、うろつく玉座。まあそうね。これうろつく玉座は完璧でしょ。コピーすると爆発するっていう。とりあえずパソコンが爆発する。とりあえずよくわからないことが起きることは間違いない。間違いないよ。何が起こったんだって。今どうなりましたみたいな。みたいななりますよね。その状態で2個ブリンクしたりして、そしたら破片がもうなんか何個出るんですかみたいなことにはなるでしょ。やばいですよ。どうするんですか。計算できなくなりますよ。面白いですよね。みたいなね、面白いことがいろいろ起こせるんじゃないかと。夢が膨らむと。そう。僕だったらまず悪山をコピーするんですけど。あんまり意味ないんだよな、だからそれは。そう出てきたトークン全部悪山だったら面白くないですか。いやそれだとさ、頑張って破片増やしました。増やしてで一人にすごいダメージを与えます、以上じゃないですか。悪山だったら10個ぐらい出てたらすげえダメージ食らいますよ。いやそうなんだけどさ、相当準備がいるし。だからモンドラクみたいなね、トークンやスカードがあると増えてくるトークンも増えてくると思うんですよね。モンドラクだとでも伝説だからちょっといけないんだけど、ちょっと楽しそうですよね。悪用はできそうだ。悪用できそうだと。まあカジュアルめな感じになるんですかね。まあそんな感じになります。で次いきます。次は猛打者タイバーになります。野球選手ですね。野球選手なんですね。緑3マナの33です。あなたがコントロールしていてアンタップ状態であり、これでないクリーチャー1体をタップする、とターン終了時までこのタイバーが破壊不能を得ると。でこれをタップする、ということになります。再生ではないと。で5マナ払って起動でターン終了時まであなたがコントロールしている全てのクリーチャーは XX 修正を受ける。X はあなたがコントロールしているクリーチャーの中のパワーの最大値に等しい。ということって、どうやら、こいつはエズーリほぼエズーリですね。の上位互換ですか。上位互換ではないし下位互換でもないですよ。ちょっと変わってる。ちょっとエルフという縛りがなくなりました、再生っていうところがエルフだったのが本人が破壊不能になっていますがマナは変わった、でその上で下の効果は効果量は大きいけれどもトランプルではないというところで結構差はあります。差はありますが、構築の縛りがないっていう意味ではこっちの方がいろいろできそうっていう。パワー参照っていうのが、かなり倍々に増えていくわけじゃないですか、これ起動。そうだね。1回の起動が2回目の起動はさらに倍ってことですよね。しかもこれどのタイミングでももちろんできるので、いつものゾパンドレル君とかでなるほど倍になった後で起動すればやばいぞやばいぞ。でもなんかちょっと緑ターン楽しそうだなと思って。でもザ・緑ターンの出来上がるけどこれ間違いなくこいついいですよね。なんか、楽しそうなんでおすすめです。そうナチュラルに別にねトランプルは付与するカード入れときゃいいんで。そうですよね。トランプルを付与すればいいですからね。そんな感じになります。次はですが、これは怪しげなカードこれ気になったんですが、遠征的案内者ウィンターになります。お友達ですか。いや違うこいつはジャンドの4マナ34です。で
5法が2を持ってるんですかね。で、あなたのアップキープの開始時に各プレイヤーはそれぞれカードを2枚引きます。めっちゃ全員ドローしとるやんっていうね。このお互いドローっていう時点でまず引かれるじゃないですか。でもこれお互いドローなんだけど全員なんだよな。そう、全員です。全員ドローするカードって、そんなに強くないじゃないですか、基本的に。まあ差が生まれないから。そうですよね。それどころか相手の方がアドバンテージ出ちゃっとるから。確かに。相対的にはさ。で、下の能力を見ていただきたいんですが、紅葉を持ってまして、あなたの墓地にあるカードの中に4種類以上のカードタイプがある限り、各対戦相手の手札の最大枚数はそれぞれ7からそれらのカードタイプの種類数を引いた枚数に等しいになります。はい。何言ってんだと。単純に7種類落ちてたら、上限は0です。ということでこれ大変だと。これがすごいことをティムさんに調べていただきまして判明したんですが、手札の上限がなくなるというのと、これはどちらが優先されるんだという問題があるんですが、これジャッジを呼びました。呼んでないでしょ。呼んでないです。調べました。ジャッジ呼んでください。これは実際どうなるか分かんないんで、ジャッジを呼んでいただきたいんですが、おそらく我々の調べた結果で言いますと、タイムスタンプ順で後に出た効果が優先される、ということですんで、手札の上限ないですよって言ってる人に対してこれが後に出てきたら、これの効果が上書きされる、おそらくですが、という能力で、それにさらに手札の上限ないですよになったら手札の上限がなくなる、ということになりそうだ。なりそうだっていうことで、本当かみたいなね。手札の上限なくすカードが出てきたとしても、こいつがサクったりとか、死亡したりとかして、もう一回出し直せば、手札の上限がなくなるっていうのは効果がなくなるってことですよね。そうね。はい。なんで、それを考えた上で、さっきの効果を踏まえますと、7種類は落ちないかもしれませんが、バトルが落ちないので、6種類だと、プレインズオーカーも落ちないから5種類か。5種類だとあそこをね、入れるか入れないかは、デッキの構成いかんだから。なるんですが、5だとしましょうよ。そしたら手札の2枚、全員2枚ですよ。で、アップキープに2枚引くだから3枚引くわけじゃないですか。5枚で2枚までしか残せません。これ、2枚しか残せないだと、ちょっと勝負にならないかな。あんまり意味ないけど、とにかくハンド使ってくださいよっていうことになるわけじゃないですか。どんどん引かせて、自分も引いて、ハンド使ってくださいよなんで。ハンド使うとデメリットがある効果のカードとか置いといたら縛られるんじゃないですか。2回以上使うととかってことですか。あとドローしたらとかね。地獄界の夢みたいな。いや地獄界の夢だと正直弱いんだけど、呪文ショックとか。呪文ショックね。確かにね。自分も食らいますよ。まずくないですか。自分も食らうんですよ。でもちょっとこれ特定の段階から魔王戦になりそうで怖いんだけど、でもなんか、お互いドローって書いてある時点で、まずちょっと興味を惹かれるというかなんかありそうじゃないですか。いやでもこれ全員だからな、本当に。全員ですからね。差が生まれないんでね。そうですね。ただ気になるカードとしてちょっとやってみたら面白いんじゃないかということで、何かしら面白い使い道はあるでしょうよ。なんかちょっと可能性を感じる1枚ということで今回ご紹介させていただきました。で、最後の1体になるんですが、見捨てられた人形アラベラ。これはティームさんにこんでいけるのかと言われましたが、ゴリゴリ押しましてねじ込ませていただきました。ボロスです。2マナ13、こいつが攻撃するたび、これは各対戦相手にそれぞれ X 線のダメージを与え、あなたは X 線のライフを得る。X はあなたがコントロールしていて、パワーが2以下であるクリーチャーの数に等しい。こんな強いのかと。まあ強いかどうかも問題だけど、これやることがね、分かりきってるじゃないですか。ちっちゃいやつを並べて、殴って、ドレインするという能力になります。これが僕は今回一番やろうとしてるという今第一候補これという面白いですね。
今一番まずこれをやろうと思ってまして、例えばですよ、ラボルマスターとか、系のゴブリンとか、増やすやつとか、並べて、横並びするんですよ。で、パワー3以上ラスとかを打つんですよ。で、ドレインする。以上です。それしか考えられないんだよね、だってこれ。最近ちょっと注目してる点がありまして、白のラスから身を守る系のカードって増えてるんですよ。あと呪言からになるとか破壊分になるとか、増えてるじゃないですか、白の。で、白赤は戦闘も変えたりとか、面白いカードいっぱいあるんで、あれこれ面白いんじゃねって思ってるんですよ。で、見た目は弱く見えるじゃないですか。見えるね。にちょっと注目してまして、こいつが今第一候補です。カミングスーンになります。今回のカミングスーンはこいつになります。こいつ弱いと思うんだよな。なんてアンコモンっていう。安いですよ。おそらく安いですよ。そらそうでしょ。そらそうでしょ。今これね、正直例えば3マナで、なんかトークン生成する能力ついてるとかだったらちょっと話は全く違うんだけど。なるほどね、増やすね。そう。何の能力もないしなっていう。なってますよ。いや、俺はこれいけると思うんですよね。いけると思ってるんですよ。いけないですかね。いけないか。厳しいだろうな。例えば、兼任の先行。あれ、打てますよ。そりゃそうですけどね。よくないですか。こいつさくりゃいいと。また出せますから。そう。いいじゃないですか。まあ、そんな感じになりますかね。そんな感じで以上5体ご紹介させていただいたんですが、いかがだったですか。カミングスーン。あと、フルスポが公開されまして、ダスクモーン。前回の逃走者のダスクモーンの方でもう発表させていただいたんですけども、今回からリクエストが復活することになりまして、先日の復活ですね。確かに。ダスクモーンの中から1体何かコメントしていただいて、リクエストを選ばさせていただくという形になりましたんで、どこでも結構です。Twitter でも大丈夫ですし、動画のコメントでも大丈夫ですんで、どこでもいいのでコメントいただければその中から1体選ばさせていただいて採用させていただきますので、リクエストをじゃんじゃんください。そんな感じになります。多分1個だと思います。2個になるかもしれないですけど、多分1個やらさせていただくことになりましたんで。少なくとも1つっていう、少なくとも1つ、やらさせていただきますんで、よろしくお願いします。あと、チャンネル登録、お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。